僕のフライ級のスタートだと思って。引退試合で俺みたいな天才と言われて本当に良かったと思います。残酷にボコボコにします。そろそろやりたいっていうのはもうずっと言ってたし、でフライ級でやりたいっていうのが、いい選手だな、この選手といい試合できたらいいな。間違いなくこの階級で日本で一番強いと思います。対策じゃないけど癖といろいろ見て、仮想じゃないですけど自分が真似してやった時に、ここはちょっと所さん練習しましょうよっていう部分を本人に伝えて練習したら、それが結構形になってたので。打たれ弱さ問題もやっぱあると思います、年とともに。不安の方が全然大きいんですよ、正直。90ぐらい不安なんですよ。こんなこと言っちゃいけないかもしれないですけど、試合でのところで練習でのところでも、別人のところを期待しちゃうところもあるし、そこになんか博打じゃないけども見てる観客みたいな感じで、ところ入れようとなんかしてくれるなとか。何年付き合ってる僕らでもやっぱ予想外のことをしでかす男なんて、悪い意味でもしでかしますけど楽しいですよ。出た。どこに泣くとこがあるんですか。あった。今お前悪口だよ。情けなくてますよね。大晦日とかも完全そうだったですよね。褒めまくって「お調子いいです」とか言ってめちゃめちゃいいよみたいな、とりあえずテンション上げて送り出しましょう。調子いいまんまリンク上がって調子よく勝ったって終わって言われるまで全然気づかなくて。でもこれであれですね、10年笑って飲めますね。塩笑って飲むよこれは。フライ級日本最強の新竜誠です。元戦うフリーダー、今はおっさん、そんな感じです。全部違うんじゃないですか、はっきり言って。寝技も別に下からくるくる動くだけで、僕からしたら大したことないですね。今回もその UFC のオファー待ってる間にいいオファー来たから受けたっていう感じなんで、平選手が勝ってってもらって僕も勝ち続けて、武尊天心までの熱量は結構難しいと思うんですけど、それに近いようなことはしたいなと思います。僕はもう辞めるなら辞めてほしいんですよ、所さんに。やるならやる、辞めるなら辞めるではっきりしてほしいし、このままダラダラしてほしくないっていうのが正直な気持ちっすよね。舞台を選んだり相手を選んだり、そうするともう我々なんていい条件で話なんか来ることないし。ブロック、おっと行くか、止めた。次は僕の番じゃなくて、ちょっと俺がやったんだから、じゃあ次お前の番だろみたいなっていうボールは投げ返しましたけどね。でも本人は練習してたから、ずっと格闘技に対して真面目に取り組んだの知ってるし、最後になっちゃうかもしれないです。あと3回やる、3回もう頑張りたいです。ここをスタートにしたいです。負けねえぞって気持ちと、3ラウンドやりきってやるっていう気持ちを。僕もちょっと燃え尽きたいですよね。Chaos, punches, strikes. I think some of his biggest strengths are his range. That position, looking for a submission. Johnny knows how to get to the position to stay safe and let go of some bombs. 足を取り込むこの遠い距離のタックルが前回さあここで足十分いってる。
どっち勝つと思うって言ったらジョニー・ケースじゃないですか、全員。だけどやってみなきゃ分かんねえだろっていう。アッパーからサイドパンチ、ちょっと入ってるよ怖がってたのは分かったんで、ただもう行かないとダメだ。泥臭くてがむしゃらでガンガン前に出てっていうのが武田浩二じゃないのかなっていうのが思ってるんですけど、それがなかったから前回の結果が負けっていうのにつながったんじゃないかなって思います。覚悟は決まってるし、もう肝は据わってると思ってる。まあ多分血だらけなんじゃないですかねだけど勝機はそこにあると思ってるんで。 We can't mess up. We gotta succeed. もちろん怖いもあるし、だけど逃げてたら始まらないじゃないですか。だからやっぱこう立ち向かっていきたいと思ってるし、立ち向かっていくのが僕だと思ってる。Я хочу выиграть пояс чемпионский. Азербайджан! أنا إن شاء الله أنا قاعد أظن يندوز مسؤول إذا مش طبعا ما يجوز معنا. 今年もう2月から試合して4回目なんですよ。めっちゃ楽しいです。次も早く呼ばれたいですね。山本自分がしんどいことやってきてるから、息子とかに同じ道を行かせる気がなかった。卒業文集を見た時考えが変わって。これで、切符を手に入れたのかなっていう、トップ戦線と誰かとやらせてもらえたらありがたいなとは思いますけど。今が強いというよりかはこれから強くなる選手と思ってほしいので、これだけじゃ終わらないので、もっともっと強い選手と当ててほしいですね。また新たな地殻変動が起きる。右振ってテイクダウンだ。周りの人がよくやったとか見せ場作ったとか言ってくれるけど、やっぱ勝負の世界で勝たなきゃ意味がないので。本当に化け物ですね。感動しましたね、すごさ。全然違う選手になってて、やっぱりすごいなっていう。しっかり大事なチャンピオンになって、もっと高い位置を目指したいというふうに思ってるので、一気に駆け上がって
突き抜けて次のステージに行けるように今回はもうしっかり勝たなきゃいけない試合だと思ってるんで。ディープのファンタジスタ元谷祐希。チョーク入ってるだろう。入ってますね。チョーク打撃戦。今膝が崩れて効いてる。足もかけてきたテイクダウン。元谷が積極的にアグレッシブに攻めていきます。ライジに出てる間にライジのベルトは取りたいと思ってるんで、レスリングをさせると強いんで、対策はレスリングさせないような動きを、対策できない想定してると思うんですけど、その想定のはるか上を行く自信があるので。男だから燃えちゃいますね。セレオ選手と付き合いましょう。聖子がバランスを崩した。完全に効いてますね。僕らが道を譲るでは若い世代に対しても申し訳ないと思うんですよね。もう全力で壁とならないといけないっていうことだと思います。甘くないですからね、この世界。絶対強くなったら指名してやってやると思ってたんで。立ちはだかる壁の前についに初めて土がつきました。これ勉強にならなかったらもうこれ最低の日だったね。これで勉強になればいいことになる。違うなっていうのは思ったんですけど、あんま負けなくなってきてだいぶもう大丈夫だと思ったんですよね。いやもうやりたくてしょうがないです。今国内でね一番殺傷能力のある危険な打撃、そこがやっぱ燃えるとこですよね。自信しかないです。もう一方的にボコボコにしたいと思います。シュレクさん勝ったら海外で日本のファイター興味ないんで。ありがとう。左フック、いやいいぞ。太田の左フック、三浦太田。お父さんは割とすぐに1月の2日ぐらいからはちょっともう練習した方がいいんじゃないかみたいな、今後は本当大変になるっていうのをちょっと裏で言われて。練習はもう全然特別扱いしないんです。逆に人より厳しくしてます。結果もその勝負の世界は一番だけど、やっぱお父さんはそれ以上に家庭大切にしろっていう風に言ってるんで、影でもいいからこう一生懸命自分に勝ってこう毎日成長できればそれでいいんだっていうのはずっと言われてます。もう40超えてからは数年ではなくもう1年ワンシーズンワンシーズンを最後に考えてもう1分1秒になってきてると思うんで、自分もそういうところから学んだことは生かしていきたいなと思ってます。
怖いかもしれないですね。プロ15試合をやってますからね。精神力とかこう気迫がものすごくて、どんだけこう被弾しても前進していく。自分の憧れたノゲーラ選手だったりバンドレ・シューゴ選手、同じリングの上で自分もやれるっていうことに関してのモチベーションは非常に高いと思います。自分よりも経験値の高い相手、しかも初めての国際戦、こういう試練を三浦選手がどう乗り越えてきて、どういうふうに飛躍していくのか。お父さんがデビューしたブラジルの方っていうこともあって、日本を代表するつもりで試合目でああいう舞台で試合させてもらって、こういっぱい応援してくれてる人だったりとか増えたと思うんで。インスタは66万人とかです。自分でもわけが分かんないです。半分ぐらいがそうですね、外国の方で。でもなんか格闘家として見てない人もいるんですよ。インスタライブとかするとなんか片言の日本語みたいなので「あなたファイターなの?」みたいななんか来たりするんで、国関係なくいろんな人が応援しよかったなって思えるようにしたいですね。自分の得意な打撃で KO したいなと思ってます。